さて今回の深掘りへようこそ。よろしくお願いします。今日はですね YouTube で見つけたチャンネルロック204チャンネルの、ある動画に注目したいと思います。おお、どの動画でしょう。マイクロビットで Python を始める2025第1回 Python エディターの使用方法っていうタイトルです。マイクロビットと Python ですね。良いテーマですね。これ教育用のマイクロビットでプログラミング言語の Python を始める、特にその Python エディターの使い方にフォーカスした動画みたいなんですよ。なるほど。ちょっとプログラミングに慣れてきた人が、次のステップに進むのに役立ちそうな。あなたもマイクロビットと Python の世界ちょっと気になりませんか？それは気になりますね。この動画はマイクロビットと Python の組み合わせを探る上ですごく実践的な入り口を提供している感じがします。ほうほう。単に使い方を紹介するだけじゃなくて、その Python エディターっていうツールがどうやって学習をサポートしてくれるか、そこが具体的に示されてるのがいいなと。なるほど。見てると自分でもすぐ試してみたいなって思わせる、そんな感じですよね。ですよね。動画まずマイクロビット本体のこと、LED とかボタンがついた小さいコンピューターですね。それと Python、シンプルな言語だよみたいな紹介から入って、すぐに本題の Python エディターの話になりますね。ウェブブラウザーからアクセスするやつ。そうですそうです。動画だと microbit.org っていう URL が示されてましたね。それブロックじゃなくて文字でコードを書いていくタイプのエディター。そうなんです。でそのエディターの画面構成が学習しやすいようによく考えられてるなっていうのが動画見てて分かるポイントかなと。画面構成ですか？主に3つのエリアに分かれてるって説明されてましたよね。左にツールバー、はいツールバー。真ん中にプログラムエリア、ここにコードを書くと。で右側にシミュレーターエリア、ここで書いたプログラムがどう動くか確認できる。なるほど。この配置自体が試行錯誤をすごくスムーズにしてくれるんですよね。そのツールバーの中の機能で動画で特に触れられてたリファレンスってやつ、あれ便利そうだなって。リファレンス機能、あれはいいですよね。命令の使い方の辞書みたいな感じで。そうそう。しかもそのコード例をマウスで掴んでプログラムエリアにドラッグ&ドロップできる。そう、あれすごくないですか？あれはタイプミスとか細かい構文の間違いとか、そういうのでつまずくのをかなり減らしてくれると思いますよ。ですよね。初心者には特に嬉しいかも。まさに。それともう一つ、アイディアっていうのも紹介されてましたね。アイディア。これはもうすぐに試せるサンプルプログラム集みたいなものです。じゃあまずこれを動かしてみてって感じですかね。そうですね。どんなものが作れるかのヒントにもなりますし、そこからちょっと改造してみようみたいな感じで進められますね。なるほどな。でやっぱりさっきも出ましたけど、シミュレーター？シミュレーターの存在は大きいですね。マイクロビット本体が今手元になくても、とりあえずコード書いてどんな感じで LED が光るかとか、そうなんです。ボタンを押したらどうなるかとか画面上で試せるっていう。これのおかげでハードウェアの準備がなくてもコーディングしてすぐテストしてっていうサイクルを早く回せるんですよ。動画でも言ってましたけど、もしプログラムにエラーがあってもシミュレーターの下のシリアルを表示ってエリアでありましたね。エラーメッセージとか、あと自分で仕込んだプリント文の結果とかを確認できるんで、デバッグもそこでできるわけですね。そういうことです。基本的なデバッグはそこで試せますね。動画の後半はもっと実践的になってましてね、 A ボタンを押したら数字が1個増えて B ボタンで減るみたいなカウンタープログラムを作るっていう。はいありましたね、カウンターの例。変数 n を、n イコール0で用意して、 while true のループの中で if 文でボタンが押されたかを見て、判断して n の値を変えて、それをディスプレイドットスクロールで表示するっていう、流れを実際にコード書きながら説明してくれてました。そうですね。カウンターの例を通してただコードを覚えるだけじゃなくて、プロジェクトに名前をつけてコードを書いてシミュレーターでテストして、で最後に USB でつないで実機にプログラムを転送するっていう、その一連の流れですよね。全部それを体験的に理解できるような構成になってるのがこの動画の親切なところかなと感じますね。理論だけじゃなくて実際にやってみようっていうステップを重視してる。確かにハードルを下げてくれてる感じがします。ええ。というわけで今回は Rock204 チャンネルの動画から
マイクロビットの Python エディターの魅力ちょっと覗いてみましたけど、えかなり直感的で分かりやすいなと、 Python プログラミングへのいい入り口になるガイドだなと感じましたね。そうですね。特にリファレンス機能のドラッグ&ドロップとか、あとシミュレーターで事前にしっかりテストできるっていうのは効率よく学ぶ上ですごく大きなポイントになると思います。ですね。この動画をきっかけにしてあなたもきっとマイクロビットで何か作りたくなったんじゃないかなって思うんですけど、そうかもしれないですね。例えば動画にあったカウンタープログラム、あれを応用するとしたら次にどんな機能を足してみたいと思いますか？